地球の国全部行く。皆さん、青ヶ島をご存知ですか？東京都青ヶ島は八丈島から南に 70km、羽田空港からは 350km 南に位置する小さな島です。断崖絶壁の島でアクセスは非常に困難。住民はわずか170人。日本全国に市区町村は1700ありますが、その中で最も人口が少ないのがここ青ヶ島です。住所は番地がなく、東京都青ヶ島村無番地。名前を書けば手紙が届きます。青ヶ島へのアクセスは八丈島から船かヘリコプターのみ。冬は海が荒れて船がほとんど出港できないため、ヘリの予約が必須です。また、来島前に必ず宿の予約をしなければなりません。私は2020年にできたばかりの民宿、海遊丸に泊まりました。島には居酒屋以外の飲食店がないため、一泊3食付きが標準です。ないない尽くしの青ヶ島、日本人でも知らない人が多いですが、2014年、アメリカのワングリーンプラネットにて死ぬまでに見るべき世界の絶景13選に選ばれ、世界中から注目を集めるようになりました。その絶景がこちら。青ヶ島は二重カルデラという珍しい地形で、カルデラの中にもう一つカルデラがあるのです。小さい島なので二重カルデラ全体を同時に眺めることができるため、世界の絶景の一つに選ばれたのです。今回は青ヶ島に来たら絶対見るべき、絶対にやるべきことをベスト10形式で紹介いたします。ではどうぞ。ヘリで青ヶ島に到着してレンタカーを借りてフェリーが着く三方港を見に行きました。崖を下るような急坂のトンネルを抜けると三方港に到着です。なるほど。わあ、すごいなこれ。島唯一の港で食料や物資を船で運ぶため、島の物流の生命線です。土砂崩れを防ぐため山肌全体にセメントの壁が施されていて、軍事要塞のようです。この日は晴れていましたが、かなりの強風で海が荒れて高波で港は浸水していました。防波堤がなく桟橋も短いため、波が荒い時フェリーは着岸できず欠航となります。漁船は陸に上げて保管し、漁に出る時にロープウェイで海に船上げします。すごいですね。ちなみに島が断崖絶壁で上陸困難というのはギリシャのサントリーニ島も同様です。サントリーニ島はケーブルカーかロバに乗って上陸します。ワインと世界一美しい夕焼けが見えることで有名な島です。250年間噴火してませんが、島全体が火山の青ヶ島。その中心部にあるふれあいサウナは地熱を利用した世界でも珍しい天然のサウナ。火山の真上にサウナがあり、施設の入り口のドアを開けると熱気を感じます。脱衣所の奥は風呂と洗い場で、その奥にミストサウナがあります。ここのサウナは暑すぎず10分ぐらい入っても気持ちよかった。かなりおすすめです。二重カルデラの内側の山の縁は丸山遊歩道といって一周することができます。一周20分ぐらいなので、綺麗な景色を見ながら一周してみましょう。途中林がなくなり見晴らしが良くなります。カルデラの外側の山とその奥に海が見えて絶景です。うわあ、すごい。富士山。なるほど。青ヶ島は断崖絶壁の島。起伏が激しく坂道が多いです。坂の傾斜がかなりきつく半端ないです。うわあ、めっちゃ急だな。これが平ら。そんなに急。苔が生えている時は滑って登れない。これが急。車で上がるのも大変です。これはちょっとかなり急坂で苔が生えてるし。また青ヶ島の道路はアスファルトではなくコンクリートで舗装されています。コンクリートはアスファルトよりも水はけが悪く工事費用も高いのですが、頑丈なのでメンテナンスがほぼ不要です。青ヶ島に物資を運ぶのは容易ではなく、工事するのも大変なので、青ヶ島はすべてコンクリートの道路となっております。
青ヶ島に来たらここでしか味わえない特産品を食べましょう。まずは江戸時代から作っている焼酎、青酎。島民170人で焼酎の杜氏が10人もいます。すごい。島寿司はその時取れた魚を醤油漬けにした握り寿司。飴色に輝くネタが美味しそうですね。わさびの代わりにからしを使います。味は濃厚で最高です。アシタバはセリ科の野草、今日摘んでも明日には生えてくるというほど成長が早く、苦味がかなり強いのが特徴。おひたしにして酒のつまみにすると最高です。島唐辛子はかなり辛いのが特徴。七味唐辛子よりもはるかに辛い。刺身、そば、うどん、豚汁などにかけて食べると辛くて最高です。青ヶ島の海水を地熱で精製して作った自然海水塩、ヒンギャの塩はカルシウムを豊富に含んでいてまろやかな味わいが特徴。いろいろな料理に振って食べます。体にも良いので最高です。二重カルデラの内側の山、内山では火山からの蒸気が吹き出ています。この蒸気のことを島言葉でヒンギャと言い、成分の 99% は水蒸気なので硫黄やガスの匂いは全くしません。ヒンギャを利用した地熱釜で食材を温めて食べると最高にうまいです。草屋ですね。草屋が楽しみだな。もう出して、よし、これでどれぐらい待つんだ。ではどうなってるかな。ちょっと熱いよ。じゃじゃん。おいしょ。おー。何からいく？じゃがいもいきます。青ヶ島名物の塩、ヒンギャの塩。はい、ではゆで卵。まあ、さあ食べてみます。おいしい。臭い。青ヶ島の北部、チョンテイラにヘリポートがあります。1993年、東京アイランドシャトルにより、1日1便、八丈島からヘリコプターが就航しています。船の就航率が 50% 以下なので、ヘリは島民、観光客にとっては貴重な足となっております。八丈島から青ヶ島まで 70km、ヘリで20分ほど、片道12,000円というのは格安です。定員9名なので毎日満席、予約可能な1ヶ月前にはすぐに満席となります。私は生まれて初めてヘリに乗りましたが、足元が常にフラフラと左右に揺れている感じで不思議な感覚でした。ヘリの速度は時速 270km 程度なので、飛行機の3分の1ぐらいのスピード。下の海を眺めるとゆっくりと進んでいる感じがしました。ヘリが地面から真上に離陸する瞬間は浮いたという感じで感動的です。ヘリは小さい乗り物なので一体感があって飛行機よりも飛んでいるという感じがします。ぜひ一度乗ってみてください。青ヶ島の名物の中でも最も特徴的なのが焼酎、青酎です。通常酒造りでは人工の酵母を添加して作るのですが、青酎は江戸時代から続いている天然の麹菌、酵母を使って焼酎を作っています。つまり空気中の菌、酵母を焼酎の原料に触れさせることによって発酵させているのです。なので毎回違った味になり、それが良くも悪くも青酎の特徴なのです。味はできてみないとわからないのです。事前に予約すると夜6時ぐらいから青酎についての説明があり、その後試飲をさせてくれます。そして生産数が少ない貴重な青酎を購入することができます。この日は青ヶ島の杜氏10人が作った焼酎13本ぐらい全てを試飲させてもらいました。それぞれ杜氏の名前がついているのが面白いです。味は酸味があり、薬っぽい味のものも多く、味的には微妙と感じるものが多かったのですが、ひらがなの青酎は出回ってないので、青ヶ島でのみ購入できます。また、運が良ければ、実際に青酎を作っている酒蔵を見学することができます。壁に板を張り、菌を増殖させて天然の酵母を増やします。黒っぽいのが菌です。そしてタンク内には芋、
麦などがたっぷり入っていて、1日1回このように手動で混ぜるのです。この時に空気中の天然酵母に触れさせて発酵させます。昔ながらの方法での焼酎作り、実際に見ることができて感動でした。余談ですが、こちらはベルギーの首都ブリュッセルで作っているランビックビール。これも空気中の天然酵母を触れさせてビールを作っています。ランビックビール、酸っぱい味で泡が少ないのが特徴です。私が青ヶ島で一番感動したのは、大トン部からの島の景色です。険しい坂を20分ほど登ると、標高423メートル、青ヶ島の最頂部の大トン部に到着。こんな景色見たことがない。世界でも珍しい二重カルデラです。島の外周、険しい外輪山と内輪山の内山を一度に見ることができます。さらに外輪山の外側は海まで崖になっていて、そこから海が果てしなく広がっています。太陽の光、雲、海のコントラストが感動的です。青ヶ島は小さいので360度水平線が見渡せます。いやー、本当に素晴らしくて、二重カルデラを見たり海側を見たりと1時間ぐらい見入っていました。どこかで見たことがあると思ったら、ペルーの世界遺産マチュピチュに少し似ているかなと思いました。いかがでしょうか。ポケモン GO を立ち上げてみると、ちゃんと青ヶ島にもジムがありました。ジムメダルもゲットして貴重なお土産となりました。青ヶ島でゲットしたポケモンもお気に入りにしましたよ。輝いてきた。輝いてきました。1位の前に番外編、青ヶ島の満天の星空は必見なのですが、私が訪れた時は満月で明るすぎて星がほとんど見えませんでした。残念。青ヶ島で絶対やるべきおすすめ第1位は、青ヶ島の島民との触れ合い、会話です。民宿、居酒屋、商店、ヘリポートに行くと島の人たちとお話しすることができました。人口170人の離島での生活はどうなんだろうといろいろと聞いてみました。商店が1軒、居酒屋が2軒の青ヶ島では物を買うのが容易ではありません。そもそもないのが当たり前、諦める、欲しがらないという考え方が重要とのこと。洋服、電化製品、家具や雑貨などを売ってないので簡単には手に入りません。今では Amazon でも買い物ができるので、昔と比べたら天国だと言っていました。また、診療所が一つあるだけなので、急病の時はドクターヘリで東京に運ばれますが、夜は飛べません。最悪の時は命も諦める。歯医者、美容師は月に一度だけ来てくれるので、毎回予約でいっぱいだそうです。島民170人なので、みんな知り合い、そして仲良し。当然犯罪はほぼありません。恋愛、結婚、離婚はどうなのか。青ヶ島に限らず離島では1度や2度の離婚は当たり前とのことでした。青ヶ島には高校がなく小中学校が一つあります。現在全校生徒は10人ですが、島出身の子は2人のみで、残り8人は東京から来た先生のお子さんとのことです。先生の任期は3年間です。運動会は島民170人全員参加の一大イベントで、ソフトボール大会などと一緒に行われます。盛り上がっている様子を見てみたいですね。東京から派遣されるおまわりさんが一人だけいます。犯罪はほぼないので、事故対応や1日1回ヘリが来る時の警備などが主な仕事。警官の任期は1年間と短いですが、住民との癒着を避けるため、1年で交代と決まっているそうです。石原都知事の時代、青ヶ島に泊まりで視察に来てくれて、青ヶ島は東京都の貴重な島なので、これからもずっと守っていきますと話されたそうです。無人島になると島は荒れてしまいますし、外国に占拠される可能性もあり、島に住民がいることはとても重要、貴重なのです。青ヶ島の人たちはみんな石原さんが今でも大好きと言っていました。以上、東京都青ヶ島についておすすめやるべきこと10選をベスト10形式で紹介しました。いかがでしたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。